This video is sponsored by Bookwalker. You know what I like? Anime. You know what I also like? Isekai anime. Bet you're learning something new today. I like talking about anime and I like talking about isekai anime. But one thing I don't normally get to talk about is the inner workings of anime itself. I mean, what could I? A guy who just started doing anime reviews in his bedroom for fun with zero actual industry experience really tell you about what's going on behind the scenes. Thank God I can just let other people do it for me. Combatants Will Be Dispatched is a new isekai anime airing right now. A new light novel adaptation coming from the same author as Konosuba, and I was lucky enough to get the opportunity to go behind the scenes at animation studio JC staff to see the people making it, how it was being made, and really ask the questions I always wanted to know about what goes into making an anime adaptation. So I'm here right now at JC staff and I'm going to be walking through the entire process of Combatants Will Be Dispatched. Now, walking me through the studio will be the anime producer himself. JC スタッフの、プロデューサーやってます藤代と申します。よろしくお願いします。会社によっても役割は違ってくると思うんですけど、うちの会社の場合は、実際に作品が動いて、納品するまでのそのプロセスを、実際に監督とどういう絵作りをしていくかであったりとか、あとはメーカーさんの方とどういうスケジュールで作っていくかっていったところのそのクオリティとそのスケジュールっていったところを、管理する立場の人間になりますね。じゃあお願いします。作画文にはこういった形でデジタルで書いていることを、昔からのその紙で書いているその2つのやり方が分かれているんですけれども、彼女はデジタルの方で書いてるから、実際、この辺がレイアウト、ラフ原って言われているその下書きの段階での、作家さんであったり総作家さんであったりの修正を載せてもらった後にクリーンアップ清書する作業を、やってた感じですね。戦闘員派遣します、アニメーション監督やってます赤木弘明と申します。So, what's your role as an animation director, or just a director of an anime, I should say? コーディネート的な感じですかね。各セクションいろいろ個性的なキャラクターデザインや、色彩とかいろいろ撮影さんの、各々のちょっと個性とかありますんで、その辺をうまくこっちの方の僕のその映像的な要素をうまく、一緒に取り入れていくような形のコーディネート的な役割だと思ってます。さっき見てもらったこのカット116のカットを今度動画で中を割っていくと、先ほどのは原画だったんですけれども、その原画と原画の間の絵を埋めていくっていうのが動画の作業になりますね。最終的にアニメの動きになるのはこの動画の作業になる。これがタイムシートと言われるものなんですけれども、原画になるのがこの丸がついている番号のところが原画なんですね。でこの間の点が埋めた動画の作業になる。でさらにそれが番号がつくとこういう番号になっていくんですけれども、でもちろん原画の部分も再度動画でトレースをし直すんですが、ここの間の原画と原画の間ですね、ここの作業を全部埋めていくというのが動画の作業なんです。なので原画だとは1,2,3,4,5枚なんですけれども、動画にすると14枚全部埋めると作業が発生する。You obviously have choice in what anime productions you choose to accept. What led you to choose this particular anime production? そうですね、これちょっと難しいんですけれども、もともと角川さんからそういったご依頼が、うちの会社の方にありまして、でうちの会社の場合はプロデューサーが、5人プラスその5人のプロデューサーを統括する人間で松倉というのがいるんですけれども、基本的に松倉がその作品のそのうちの会社で何をやるかっていったところのその管理をしてるんですね。でその松倉とその角川さんとのところでじゃあ戦闘員派遣しますという依頼が来ました。でこのスケジュールでこういう内容でじゃあぜひやりましょうといったところの話があったところで、その現場の方にこのタイトルをじゃあうちの会社でやろうと思うっていったところで、じゃあスタッフリングをどうしようかっていったところが僕のところに
来て、そこで松倉と僕とでじゃあこういうスタッフリングでこういうテイストでやっていきましょうかっていう話し合いが行われて、現状の座組というか、スタッフでやる形になりました。So now we're going to the actual hand-drawn parts. That was the digital department. So now we're going to see anime was drawn by good old pen and paper. 同じく戦闘員派遣しますなんですけれども、これが原画、さっきはデジタルでしたけど、これはもう手書きのものになりますね。そう実際にこれちょっと別の方が作業されたラフにラフになるんですけれども、その上にこういう形で作家さんの修正が乗っかって、さらに総作家さんの修正が乗っかる。でこの修正に合わせて作業すると、こういう形の原画の作業になるという感じですね。Were there any challenges in adapting a light novel as opposed to a manga or any other kind of source material? そうですね、ドラゴンボールとかワンピースみたいに30クール40クールあればいいんですけど、1クールなんで、小説の全てをちょっと全てのことはできない、その時間的制約があるんで、そこら辺のところを、うまくオミットして、ブリッジしていくっていう役割で、ちょっとそういう難しさもあったんですけど、そこも楽しさでもあったかなとは思います。How does each animator choose which cuts that they get? 基本的には根底があるので、絵コンテがあるので、それに沿う形になるんで、自由度で言ったらそんなにないかなという感じですね。ただその絵コンテの中で自分がどのシーンを描きたいかみたいなところが原画さんに選んでもらったりとか、制作であったりプロデューサーがこのシーンはぜひこの人に描いてもらいたいですみたいな形で、選んだりはしますね。What factors goes into choosing the exact titles that will get animated here at JC Staff? うち基準で選定っていうのはそこまで多くないんですけれども、大体今ありがたいことに各メーカーさんから企画という形でこのタイトルを御社でぜひという形の方が多いので、それを企画の依頼が来た時に改めてじゃあどのタイトルならっていったところであったりとか、当然そのやれる本数、作品の本数も限りがあるので、同じ時期に複数タイトルが来た時にじゃあ実際にその時期にできるのがどれなのかみたいなところは各メーカーさんと、先ほどちょっと申し上げた松倉との話の中で話し合われたりとか、実際現場の方にこのタイトルをこのタイミングでやらないかという話が来てるけれどもどう思うっていう振られる時もあるので、それはぜひやりましょうであったりとか、やらせてくださいであったりとか、ちょっとその時期だと厳しいと思いますっていうその現場の状況であったりとかなんで、単純にタイトルの面白い面白くないっていうことではなくて、もちろんそれもあるんですけれども、社内の状況であったりとか、今これをやるべきなのかであったりとか、あとはうちは割と多いんですけれども、その1期目をやったら次のぜひ継続してこの作品をやってくださいという話が割と多いんですね。そうすると予定してたところにそれが入ると、じゃあまたずらさなければいけない、そういうそのコントロールみたいなのが発生してしまうので、そこをうまくスケジューリング年間通して、今ですと2023年ぐらいまではタイトルはほぼ決まっている感じですね。2年後ぐらいまでは決まってますね。それはもうやっぱりキャラクターをどれだけ寄せられるかっていったところであったりとか、特に1話なんでこのキャラクターがどういう性格でどういう表情をするんだろうっていったところは割とやっぱり創作官さんの幅にもよりますし、監督とそこは相談して決めていく。特に1話はそこら辺が難しいですね。このキャラクターは本当にこういう表情をするんだろうかとか、この場合はどういう動きをするんだろうみたいなところのその決め込みみたいなのがやっぱり難しくなってくるかなと思いますね。So does that mean if it's a light novel adaptation, you're given more freedom to put your own vision into it? Because with the manga, it's obviously drawn and it's almost like a storyboard already. さほどはないですね。やはり続きものだったらするんで、キャラのその動線や感情線っていうのはやっぱりそう自由にはできないと思うので、その辺は先生ともいろいろ話し合って、このキャラクターはこういうのなんですよ、この流れでいきますっていうのを常に話し合っていきました。ただ自由っていうとアリスが持っている双眼鏡なんですけど、これ自分が持ってた双眼鏡のこのちっちゃい可愛いのがあるんですけど、これをなんか
使わせていただけたのが自由かなっていう。ちなみにその双眼鏡がなくしちゃったんですけど、誰か見つけてもらったらこう届けてもらえるとな。ここは全体的に作画部のフロアでお願いします。So we're heading into the background department now. We've gone to a completely different floor. So let's see what they're up to here. ワンフレームではなくてカメラがこうパンすることによって長くなったりとか、そうすると大変ですね。So per episode you can get between 300 to 400 backgrounds per episode. How long does it usually take to do one single background? 内容によって全くすぐに終わってしまうものもあれば1日がかりとかそういったものもあります。An hour or two to an entire day per background, and they only appear on screen for a few seconds as well. So that's a really short time for the amount of effort you're putting in per background. Can I ask which one was the most difficult background to draw for the episode that he's worked on? レイヤーがカメラが動くことによって奥と手前でそのカメラのその深度が違うので素材を分けなければいけないんですね。そうするとこういう形でいくつもレイヤーを作って、ブックと言われるものなんですけれども、作業するとちょっと時間かかるかな。 What reference material do you use to make the backgrounds? 今回は美術設定の段階で監督から、割とその乾いた土地なので、そういった建物のその参考資料を監督からいただきましたね。それを元に書いてますね。I didn't realize how much work went into the backgrounds of the shows. Not many people talk about background artists as opposed to actual animators, so this is actually really interesting to me. How many background artists do you have working on one episode normally? 5人です。 5 people, just 5. In JC staff, they have 5 people working on backgrounds, which it's not a lot for the amount of backgrounds they need to draw per episode. My God. Before adapting an anime, how much research do you as a director have to put into the source material? いや、それはもう本当に受験勉強並みにやりましたね。このマーカーつけて重要なところがパッと見てすぐここの重要なところは見えるようにしてるっていう常にこう参考書みたいな。So I'm curious because obviously, most people in the anime industry are like a fan of anime and manga. Is reading a light novel for preparation for work different to you than just reading just to enjoy? かなり違いますね。やっぱりこう一言一句見逃せないっていう感じがあるんで、その辺はかなり違うと思います。やっぱり仕事になりますね。ちなみにちょっと紹介しなかったんですけど、こっち側は3D そう戦闘員派遣しますが、あんまり 3D そこまで対応してないんですけれども、こっち側にあるのが 3D の部署になりますね。One thing that I've always wondered is for me as an overseas fan, the Japanese companies made anime for Japanese people and that was sold overseas, but it feels like recently the overseas fan has a bigger voice here in Japan. For yourself, do you take overseas fans into account at all whenever making a product, or is that something you don't consider at all? そこまで正直大きな影響は受けてはないですね。やっぱり昔からのその作り方、アニメの作り方、日本のアニメの作り方がやっぱりその海外にも評価されてきたというのもあるので、そこに対して逆にじゃあ作り方を変えていこうというよりは、今まで通りのその作り方で、もちろん意識はしますけれども、何かその特別に変えたりっていったところはあまりはしてないですね。What goes into choosing the color of each scene and the characters? 戦闘員派遣しますの場合は、もともと原作の絵があって、原作の表紙であったりとか色味があるので、そこをどういうふうにアニメの中で近づけていくかっていった作業ですね。でそれを実際監督に見てもらって、ちょっと後でお見せするので、色味チェックっていう形で、先ほど背景を案内したんですけれども、背景の色の上にキャラクターを乗っけて実際の、世界観であったりとかそういったところの整合性を取っていくと。That reference sheet over there, who made that reference sheet? であれがもう色指定表という形で、どこの部分を何色に塗るかという指定になるので、実際塗るときにあそこから、引っ張ってくるというか色を決めていく感じですね。範囲を決めてこの色はここみたいな形でやっていく感じです。
So does every other colorist have to follow her reference sheets? やっぱり塗りの作業も何千枚もあるので、まあ海外に巻いたり国内社内でやったりといったところにこの指定表の指示に従って色を塗っていくという形、こういう形で設定に色をこういう感じですね。背景の上にキャラクターを乗っけて色をチェックする。でこれを監督に見てもらって、もう少し髪の毛の色を明るくしようかとか暗くしようかとかいう作業をする。話数によって時間帯が違ったりとか天気が違ったりとかすると、ちょっと肌の色変えなければいけないとかになると、そこの色味をまた変えたものを随時チェックして作っていく。一番ベースになるのは最初に本当に作るかなんですよ。おちんちん祭り。Are there any new specific challenges you found doing Combatants will be dispatched? 久しぶりにその SF めいたものっていうのはなかったんで、こう作品的にも減ってるとは思うんで、その辺のものですかね。やっぱりそれこそ昔見た特撮メーターのものもジャンル的にはあるし、SF 昔見たような僕が楽しんで見てた SF 的な要素もあるっていうので、そういうところの気づきっていうか、こういうのをそういえば楽しんで見ていたなっていうのがあって、そういうのをうまくこう、取り入れて皆さんに楽しめたらいいなっていうのがありました。こちらが戦闘員派遣しますのオープニングのカットの撮影をちょっと今からお見せしようと思いますので。What's this stage of the process called? デジタル作業になる前、セル作業の時に実際に撮影者がそのカメラを台を置いてカメラで撮ってる作業だったので、その昔の作業の名残というかそのままの呼び方で見ます。確かに撮影っていうとカメラがいっぱいあるんじゃないかというふうに思われるんですけれども、実際はもうパソコンで作業してる。今そのパソコン上でカメラワークみたいなのをつけてたんですけれども、昔のこの寄り引きはこういう台の上でできたんですけど、その横に振ったりみたいなところは実際手でこうセルを動かしたりみたいなのもやってましたね、昔は。Well, is this part of the process where you sync it to the voice as well, and the voice acting and the sound effects? 理想はこの作業が終わってからやることが理想なんですけれども、どうしても今スケジュールの関係で並行作業になってしまうので、もっと前の段階で本当にコンテの絵でアフレコをしたりとか、ラフ弦の絵で音をつけたり効果音をつけたりっていう作業は現状ありますね。Since the sound effects and voice is done such early stage, is it sometimes hard to sync it up, or is there any problems when it comes to this stage? あります。キャストの方の声の入れ方、その声量であったりとか、その表現の仕方で口の大きさが合わないとか、表情が違うとかいったところが発生してしまうこともあるので、なので途中の音のデータはもらうので、途中で修正はしていくんですけれども、最終的に出来上がった絵と声を合わせてみてやっぱり違うなっていう時はあるので、そういった時は絵の方を修正したりします。The comedy timing, the comedy style was obviously very similar to Konosuba because it's the same author. So I was curious how much, if you took any inspiration from Konosuba's adaptation when doing this as well. 実はこのそば作ってる時に横で一緒に別なタイトルを落語真珠っていうのを作品を逆に作ってたんですけど、落語真珠っていうのはちょっと繊細な感じの作品で、隣でこのそばのラッシュなんかを聞くとわちゃわちゃわーわースタッフも笑っているところが、こっちは落語を聞いて笑えるか笑えないような落語を聞いてしみみりしていたところで、このそばっていう作品はみんなこうスタッフをラッシュしてるとみんな笑って笑顔で見てるんですね。そういうところの憧れっていうのはちょっとあったんで、その作品挑むところでそういうやっぱりみんな楽しめたらいいなっていうのがありました。アフレコとかそのラッシュでやっぱり笑いが起こるっていうのがあって、そういうところではちょっと良かったなって、伝わってるんだなっていうのがあって、
ちょっと安心してます。 I'm curious because it is a comedy show. Because you have to see a scene a lot of times, like during production. Is there a time where you have a joke, but because you've seen it so many times, you are worried that you don't find it funny anymore, but people around you will still find it funny? 全くありますね。もうその通り。 So when you're adapting a piece of work, how much contact do you have with the original author, or how much say did they have to influence the final anime? ありましたね、もちろん。かなりそれこそ1話なんかっていうような要素では、原作にない部分とかありましたんで、そのベリアルの描き方とか、6号のちょっとしたニュアンスっていうのは先生が書き加えてもらったっていうのがあったりしてます。で逆にそういう人物だったのかっていうのがこう見えて、以後の、制作にもすごい役立ってましたね。Do you have any message you have to any fans who are watching Combatants Will Be Dispatched right now? 楽しんでいただけると助かるんですが、どうか寝ないように作ってますんで、楽しんでください。 And that was my day there. Huge thank you to the people at JC Staff for letting me go there and showing me around, and of course, thank you to KADOKAWA for giving me the opportunity to go to an anime studio. Like, what? Initially, I did want this to be a much bigger project, going through the entire life cycle and showing you guys how a title like this gets picked up from being a web novel, to a light novel, to a manga, and eventually an anime adaptation. But unfortunately, due to us being in lockdown right now, none of the staff members or authors or editors could be scheduled for an interview, understandably so. But maybe in the future, I'll get another opportunity to be able to show you guys the entire life cycle behind your favorite anime being made. Combatants Will Be Dispatched is airing right now. You can watch it on Funimation, Wakanim, and AnimeLab, depending on where in the world you're situated in. And of course, you can even pick up the light novel and also the manga. Yes, these are available physically, but you can also read them digitally right now on Daddy Bookwalker. This video was technically sponsored by Bookwalker, so you can read it on their platform, but there are a lot of companies involved. So thank you to everyone who helped coordinate this and make this video possible, and hopefully future videos like this. Hopefully I'll have more cool things like this to show you in the future. In the meantime though, thank you for sticking around. I've been Gigguk, and I'll see you all next time.